皆様ごきげんよう、宮豆さんです。本日は戦艦不装を徹底検証する動画となっております。不装といったら天高くそびえる細長くくびれた環境が有名ですよね。我がチャンネルでも何度か取り上げておりますが、環境がえぐれた理由は関西期にありました。それでは実際に不装の水蒸気を発艦させてまいりましょう。こちらは1935年の不装の航空偽装となっています。この簡易エレベーターを使って水蒸気を3番砲塔の上部にあるカタパルトに移動させていきます。そして砲塔を右舷方向に向けた状態でカタパルトで水蒸気の射出を行います。戦艦といったらもちろん大砲をたくさん積んでる船になりますので、航空機を置いておくスペースは意外とありません。ただしこのやり方を使えば場所も取りませんし、砲塔をうまく使って効率的に航空機の運用を行うことが理論上は可能でした。ただし1941年の不装を見ますと、航空偽装は完備方向に移されているため、正直なところ使い勝手はあまり良くなかったことが想像できます。ただこれによりくびれた環境を持つイケイな戦艦不装の環境が完成することになったのです。ちなみに姉妹艦の山城は最初から完備方向に航空偽装を用意してありましたので、均整の取れた環境をしていますね。それでも結構細いかもしれませんね。噂によると戦艦不装は海外でかなり人気があるようなんですけれども、海外視聴者の方のコメントをぜひね、聞いてみたいところではあります。コメントよろしくお願いいたします。ということで今回一番伝えたかった不装の環境がくびれてしまった理由をお話ししたわけでございますけれども、もう一つ大いに検証したいことがあります。それは不装型戦艦悪評多すぎ問題です。私はこの動画で不装型戦艦の名誉挽回をしたいと思っておりますので、早速性能の検証と参りましょう。おまんじゅうたち、竣工時の不装用意せよ。驚かれましたが、これが今から100年前の大正4年1915年11月8日に竣工した当時の不装の姿です。時代的には鬼滅の刃と同じくらいの時期だと思います。当時の我が国は鬼とのバトルを繰り広げながらこんな巨大戦艦を作っていたわけですね。えらいこっちゃ。竣工時の不装は全長205メートル、排水量3万トンの当時世界最大の巨大戦艦でした。当時は自国で戦艦を建造するというのが大国の証のようなもの。しかも不装は最先端の超特急戦艦を日本独自で設計した艦でしたので、国威を発揚するという点でも技術的にも非常に価値がある艦だったのです。なお割とすぐにメリケンのペンシルバニアとやらに抜かれてしまいましたので、そこはちょっと悲しいかもしれません。不装の最大の特徴は何といってもそれまでのアメリカ海軍を上回る36艦地砲12門による砲撃力です。これは従来のアメリカ戦艦を上回る砲門数でした。なおペンシルバニアは3連装砲にして並ばれてしまったんですけどね。ペンシルバニア。それではここで不装の手法を実際に撃って参りましょう。おまんじゅうたち、手法発射用意。目標標的艦ペンシルバニア、撃ち方始めてゴリがほぐれるぜ。あれ、メサコメサミバスコダメサー。おまんじゅうたちいなくなっています。メサコはどこだー。壁に埋まっていますね。フィラデルフィア実験かお前は。ブーじゃねえよ。竣工時の不装の弱点言わなきゃダメですね。まずは一つ目、船体にまんべんなく手法が配置されているため、手法を発射すると爆風が凄まじかった。竣工時の環境は割とスカスカで爆風対策が不十分でしたので、壁にめり込むということはもちろんありませんけれども、砲弾の観測を阻害してしまったと伝えられています。あとは副砲の15産地砲も強力ではありましたが、砲弾が重いという欠点がありました。これは当時の日本人の体格以前に、本国のイギリスでもかなり問題視されており、偽型では14産地砲に変更されています。後で記述しておきます。そして2つ目、不装は当時の戦艦としてはそれなりに高速を誇り、アメリカの戦艦よりも3ノット弱くらいは高速でした。この速力は海戦では有利に働くと当時の海軍を満足させましたが、実際のところは21ノットがやっとという状態でした。加えて特に竣工当時の不装は運動性能が劣作で、舵を切ることによって速力が低下してしまったとも言われています。戦艦ですので機動力が低くてもなんとかなるかと思いきや、不装型戦艦は
手法が分散して配置されていたことで防御の適用範囲が狭いという傾向がありました。竣工当時は大きな問題とはなりませんでしたが、鉄鋼弾が進化していくに従って不十分なものとなってしまったのです。このようにフソーと山城は全体的に金剛よりも防御力では優れていたものの、アメリカのネバダ級やイギリスのクイーンエリザベス級と比較すると、特に竣工時の状態では防御で幾分か劣り、性能的にも中途半端な艦と言わざるを得ない戦艦でした。と、このように不走型戦艦は走攻守すべてに問題を抱えているという残念な部分がかなり多い戦艦であったことは確かではあります。しかしその一方で、度重なる改装を受けた結果、当時の艦長からは次世型戦艦に全く劣らない艦隊行動が可能で、大改装によって良い船になったと語られているのです。ただそれと同時に戦争では使ってはいけない船とも指摘されていたんですけれども、この発言厳密に言えば不走型戦艦の評価ではありません。果たして不走山城の本当の評価とは。それではまずは不走型戦艦の建造経緯から迫ってまいりましょう。バーチアル帝国陸軍だ。今回は不走の解説が聞けるということでやってきた。これは陸軍さん、我が海軍の不走と山城に興味を持ってもらえて嬉しいですな。いかに海軍に無駄な金が使われたのか、この際腹を割って話させていただく。お手柔らかにお願いしたいところだ。なんだね、この奇烈な砲を積んだ艦は。これは不走の原案にあったとされる4連装砲搭載戦艦だ。まあほとんど実験的な案ではあったのだが、砲の数を増やせばそれだけ問題は噴出するものだ。これは革新というよりは迷走の類だろうな。確かに日露戦争後の我が海軍は迷走というよりは停滞を見せていたことは確かですな。長年の仮想敵のロシアに勝利したのだから、海軍予算の減少に伴う技術的な停滞はある意味で当然ではないか。いや、これ以上列強に技術的に遅れるのはまずい。1912年に竣工したイギリス海軍のオライオン級は非常に強力な艦で、戦艦ドレードノットを超える超度級戦艦とも呼ばれた。対して日本では土級戦艦である河内型戦艦の建造が限界であった。当時の我が帝国の周辺にはもはや敵対する大国は存在しない。超土級戦艦の建造を急ぐことにはいささか疑問を感じる。それはどうですかな。日露戦争後に新たにアメリカ海軍が脅威となっていたし、超土級戦艦の配備は国防上必要不可欠だ。陸軍としては海軍の提案に反対だ。それは海軍が予算を獲得する方便に過ぎん。軍艦ではなく陸軍2個師団の増設が一刻も早く必要と主張するものである。ともかく今回は話を戻すとして、巡洋戦艦金剛の建造費は2758万円。現代の価格では830億円くらいと聞いた。これは同時期のイギリス戦艦に比べてやや割高ではないかね。金剛についてはイギリスで建造するだけでなく、日本への技術移転や職人のイギリスへの派遣など、様々な支援を約束してくれた。ビッカース社の全面的な支援ともなれば十分元は取れるとは思う。2番艦の比叡は確かに1427万円まで収まっているはずだ。その後の春名と霧島の建造費は2600万円を超えていた点はどう思うかね。春名や霧島には多くの国産資材を使用していたことが要因だ。これらは我が国の造船技術の躍進へとつながっている。一度納得しておく。ただ金剛をイギリスで建造し、不走を国内で建造することになったのは何か大きな理由があるのかね。これは基幹技術が障壁となっていたことが大きいですな。日本国内での建造が難しい超度級巡洋戦艦は同盟国のイギリスを頼り、超度級戦艦はそこで得た技術を生かしつつ国内で建造することになった。この後の不走となる国産超度級戦艦は河内型戦艦を発展させた設計だった。こうして1910年頃に作成されたと言われるのが不走原案の一つ A47 だ。A47 は14インチ、つまり36サンチ砲を搭載している。主砲がはしご型として配置されたことによって艦首、艦尾方向への砲撃力を重視した設計と見える。しかしこの方式は土級戦艦以前の艦も連想させるな。低煙鎮煙を思い出しましたかな。戦艦ドレッドノートも原則に主砲を配置してはいるものの、ご指摘の通りやや古めかしい主砲の配置となっている。次の不走原案 A51 例は A47 に比べると無難な主砲配置となっており、36サンチ砲ではなく 30.5 センチ3連装砲も採用しつつ 30.5 センチ連装砲と混載している。これは不思議な話ではある。不
不装原案 A47 の時点では混合と同等の砲が搭載が検討されたということは、混合型の手法の選定を終えた後に練られた計画案だと思われる。しかしその後砲の大きさが小さくなるというのはいささか不自然ではないかな。実はよくわからん。当時の造船インフラでは不装の線形が大きすぎたため、排水量を27000程度に抑制したかったという意図があったのかもしれない。予算が抑制されるならば私としては歓迎だが、この後の不装原案の詳しい推移は分かっていないが、4連装砲というかなりの極ものまで検討されたようだ。先ほども簡単に述べた通り、不装型は混合型の発展型ではなく河内型を拡大させた設計だ。基本的にはイギリス戦艦も模範したデザインとも言える。ただ1912年に竣工した河内と1915年に竣工した不装では、その設計が極めて洗練されたように見えてくるのではないだろうか。さらに1920年に長門が竣工したことも考えると、この時代の工業の発展は目覚ましいものは確かに感じる。不装型の設計は近藤元樹造船総監が担当しました。近藤氏は河内型や筑波型を手掛けたほか、混合型の基本設計も担当した人物です。近藤氏がデザインした艦はイギリス戦艦のスタイルを踏襲した設計が特徴で、設計者本人の個性があまり反映されていないと言われています。不装原案の設計は混合型の手法選定が完了した後に具体的な設計として固まり、最終的には A64 案が採用されました。その設計では36センチ、厳密には 35.6 センチ連装砲塔6機を艦の中心線上に配置し、装甲防御を従来よりも強化しているのが特徴です。A64 の手法配置に関しては、イギリスのアームストロング社やビッカース社が提案した 34.3 センチ連装砲6機を装備する試案が参考にされたとも言われています。この案は防御面でやや不利とされていましたが、発射間隔を固定し、準備が整った砲塔から順次発射する戦法においては有用と評価されていました。戦艦不装の手法は、41式36センチ砲として、ビッカース社の設計をもとに国産化が進められました。しかし、混合型とは異なり、装填角度を5度に固定した装填方式が採用されるなど、内部構造には多くの違いが見られました。この A64 案に基づく第3号戦艦は、1914年3月28日の進水時に不装と命名され、大正4年、1915年11月8日に竣工に至りました。不装の建造費は2542万円か。確かに日本国の異名を名乗るだけにふさわしいようだ。しかし、先ほどの検証で明らかになったように性能で問題を抱えていたことはいただけない。建造計画を修正せざるを得ないだろうな。あ、陸軍さん。すまんが不装を、あと6隻作らせてほしい。合計7隻の不装型戦艦だと。何を寝ぼけたことを。実際に1911年9月に発表された海軍軍備緊急充実の協議において不装型戦艦は7隻の建造が求められている。そこをなんと革命してもらえませんかな。1911年の軍事費は合計で2億円だぞ。不装型だけで1億5000万円も使っていられるか。検討するまでもなく海軍の提案には反対だ。ただ国会の反対も激しく、結果的には追加で3隻の建造で提案されていますが、さらに不装の性能の問題や予算の制約もさらに厳しくなり、2番艦以降の建造はかなり遅れてしまった。予算の制約は1914年に発覚したシーメンス事件も関係しているだろう。ドイツシーメンス社、イギリスビッカース社が海軍の高官に賄賂を送っていたという汚職事件で、当然戦艦混合の発注にも影響を及ぼしている。当時の山本権兵衛内閣も吹き飛んだ大スキャンダルだ。これは大変痛いところを突かれましたが、国民の軍への信頼を大きく傷つけてしまったことは深く反省せねばならないことだ。軍ではない。失ったのは海軍の信頼だ。それは重く受け止めておく。政治的な問題も重なり2番艦の山城の建造はかなり遅れてしまったのだが、この遅れを利用して設計の一部改正が図られている。具体的には環境基部と環境甲板が第2砲塔に接続され、不装では楕円状をしていた司令塔が山城では円形に変更されている。また、主砲の側距儀もビッカース社製の 4.5 メートル側距儀から山城では6メートル側距儀となった。不装の2番砲塔にある旋回式の砲塔側距儀も山城では廃止されている。また、強度の都合で撤去された不装のスターンウォークは山城では復活している。
このように扶桑と山城は姉妹間ではあるものの竣工時から違いが多いですな。しかし、設計は全面的な改正とはいかなかったようだな。走行配置や速力、それに爆風問題は山城でも同様のようだ。山城の設計の改正はあくまでも部分的なものだったのだが、爆風の問題は報告されていなかったという意見もある。もしかしたら竣工後すぐに環境の主老化が進んだことも要因かもしれない。まあいずれにせよ、合計4隻の建造が予定されていた扶桑型は2隻で打ち切られ、残りの2隻は設計を全面的に改めて伊勢型戦艦として完成することになった。その代わり伊勢型では居住性が犠牲になったと聞いた。ああ、伊勢型の居住性は日本戦艦で最悪という話は有名ですな。ただ伊勢型は世界水準に追いついた戦艦として評価され、第二次世界大戦時でも有力な戦艦であったことは確かだ。窮屈な伊勢型に比べると扶桑型は水兵から見ると戦艦らしくスペースがゆったりとしており、だだっ広いという印象を持ったそうだ。ただ同じく乗艦した記者の感想は大きく違っていた。記者は長官室を見学した際に、気の毒なほど狭いと残し、中流以下の家庭はこの窮屈な軍艦を参考にしてはどうかとコンプラ虫の記事を掲載している。実に自由で明快な感想ではないか。宮野目さん帝国立体のブロックフィギュアが登場。現在期間限定予約販売中です。この機会に接し、多くの問題を抱えていた戦艦扶桑でしたが、それでも強力な艦であったことに変わりはありませんでした。帝国海軍で最も有力な戦艦として、第一次世界大戦中には、イギリスからも派遣要請があったほどでした。しかし、ユトランド沖海戦では、既存の戦艦の存在を脅かす、致命的な事態が発生してしまいます。思いもよらぬ遠距離砲撃戦が起こってしまったのです。当時の帝国海軍では8000メートル程度を交戦距離として想定していましたが、ユトランド沖海戦では20キロ近くの距離にまで交戦距離が異常に伸びてしまったのです。その結果、発射する砲弾は山なりを描くようになり、甲板の防御が薄かったイギリスの巡洋戦艦は大爆発を起こして後沈、大惨事を引き起こしてしまったのです。これによって、それまでは垂直防御、つまり、艦の原則を守ればよいという考えから、艦の水平方向、つまり甲板も守らなければいけなくなり、射程距離も水平防御も足りない。扶桑と山城の性能は、早くも陳腐化してしまいました。そしてそれは、度重なる改装の歴史の始まりでもありました。扶桑型戦艦はその艦歴の多くを改装と共に過ごしたと言えるでしょう。ワシントン軍縮条約の交渉期間中、扶桑型戦艦を88艦隊計画の戦艦に代わる存在とする改装プランが検討されました。この際、41センチ砲への換装も議論されましたが、軍縮条約の制限が明確になると、このプランは実現せずに終わりました。海軍休日の時代であった1923年、新たな戦闘距離である20キロから25キロ圏内での砲戦に対応するため、砲戦式装置正式が制定されました。これを受けて翌年から工事が開始され、扶桑は1927年に、山城は1928年に環境改修工事を完了しました。しかし、この改装を経ても、遠距離砲撃戦を行うには能力が不足している状態でした。さらに1930年、ロンドン軍縮条約が締結されると、旧式化しつつあった扶桑型戦艦の延命が決定しました。扶桑には1930年から1935年にかけて、2度に分けて大規模な改装が行われます。この大改装の目玉は、機関の換装と水平防御の改善です。防御面では、すでに大正時代に主砲塔天外装甲の強化が実施されていましたが、大改装では甲板装甲に 67mm から 19mm の装甲が追加されました。また、大きなバルジが新設され、水雷防御重壁も設けられるなど、水中防御が大幅に改善されました。扶桑の機関出力は 76,887 馬力に向上し、燃料搭載量も増加しました。しかし、バルジの増設などで全幅が広がった影響もあり、速力は 24.6 ノットまで改善したものの、目標としていた25ノットにはわずかに届きませんでした。主砲と副砲の行角引き上げも行われ、最大射程は 30km を大きく超えるようになりました。砲塔動力用の水圧機の強化も実施され、全主砲を一斉に発射する正射が基本的な射撃方法となります。また測距儀などの光学装置も一新され、扶桑型戦艦はようやくその性能を最大限に発揮できる艦へと変貌を遂げました。扶桑は1934年に大改装を一応終えましたが、再びすぐに次の改装に入りました。この改装は艦尾を延長するという大規模なものでした。扶
フソウの大改装は当初から2回に分けて行う予定だったとも言われますが、完備延長は前半の大改装の結果を受けて実施された可能性が高いと考えられます。この改装は、航空偽装のスペース確保や浮力、速力の向上を目的としていましたが、速力には大きな変化は認められません。一方、2番艦の山城は一度で大規模な改装を受けており、航空偽装をあらかじめ完備方向に設置。このため、フソウに比べると均整の取れた環境を持つ戦艦へと生まれ変わりました。また、両艦ともに大改装後はトリム、つまり船の前方が重く前に傾きがちになる問題が生じ、艦首方向の副砲は波をかぶりやすくなってしまいました。開戦前のフソウではこの副砲は撤去されており、主砲射撃装置の換装や防空指揮所が設置されたことで、再びその寛容を改めています。この大改装により、フソウと山城の戦闘力は大幅に向上。旧式ではあるものの、貴重な戦艦戦力であることに変わりはありませんでした。しかし、軍縮条約の制限を超過する3800トン以上の防御板強化が行われた一方で、強い条約の制約も受けており、水平防御の強化は継ぎはぎ式にとどまりました。また、原則防御の強化も実施されませんでした。水中防御も伊勢型に比べると徹底されておらず、これは不走型の戦歴に暗い影を落とすことになりました。それではここでは大改装後の武装の戦闘力を検証していきます。改装前は列強の戦艦に比べてやや劣る性能だと評価されていた不走型戦艦はどのように生まれ変わったのでしょうか。ちょうど野生の戦艦ネバダが現れたようですので、このバーチャル空間で戦ってみたいと思います。ネバダは不走と同格の戦艦、負けるわけにはいきません。距離2万、目標野生の戦艦ネバダ。撃ち方始めて、よし、敵艦に砲弾が命中。敵艦火災発生。まず言っておきます。フソにとって 10km は一番戦ってはいけない距離になります。この距離ではネバダはフソの減速走行を貫通することができますが、フソの砲弾はネバダの減速走行を貫通することができずに、相手に致命傷を負わせることができません。フソは4ノット速い速力を生かして砲弾が貫通できる距離である18km よりも近づく必要があります。なるべく船体を敵艦に対して斜めにして敵の砲弾を長弾させていきましょう。これは実際に不走型戦艦の戦術として検討されたものになりますね。敵艦発砲、総員衝撃に備えろ。どこを狙ってるんだよ、下手くそめ。主砲弾装填要素ろ、腕。続いて命中。何かそこまで聞いていないような。あっ、くそ、原則に被弾、火災発生。おまんじゅうたちに被害状況を知らせー。ちょっと何言ってかわかんない。待て、あのネバダは1944年の改装後の姿だと。1944年時のネバダは弾薬庫や機関区の水平走行がさらに強化されているなど、さらに堅牢な戦艦になっています。減速走行は変わらずなので、なんとか接近して攻撃を行っていきましょう。距離が近づければフソの方が砲門数2門分有利になりますが、基本的にはネバダの方が高弾性は高いですので、あまり大きな差は出ないかもしれませんね。よし、距離を 15km まで進めました。一か八から一気に旋回して導光線に持ち込め。敵の鼻っ面を抑えるんだ。よし、野生のネバダのバイタルパートを貫通したぞ。いかん、弾薬付近に被弾。なんてことだ。これでは腹に爆弾を抱えて撃ってくださいと言わんばかりではないか。4番砲塔弾薬庫に注水急げー。応急修理も急げー。よし、野生のネバダもだいぶ発砲数が減っている感じがしますね。やはり戦艦が1対1で対決した場合は先手を取った方が有利ではありますね。こちらは未だに戦闘力を維持しております。よし、野生のネバダ沈黙。野生のネバダ合沈。
このように大改装後の父祖は旧式ではありましたが、十分戦える戦艦へと変貌を遂げました。ただネバダは、私的には同額だと思いたいんですけれども、戦闘距離で防御面で不利なのは痛いところですね。米軍の連度が足らずに、主砲の散布会が広いことを祈りましょう。イギリス海軍の代表的な戦艦、クイーン・エリザベス級と戦うのは厳しいですけれども、大改装後の父祖は、ロンドン海軍軍縮条約下でのイギリスの新型戦艦の整備計画を見直すほどの衝撃も与えたりしています。はい。ということで、父祖、思ったよりも乗りやすかった艦だと思います。こちらからは以上です。それでは次に、第二次世界大戦大東亜戦争における父祖の戦力を見て参りましょう。開戦後、父祖と山城の両艦は、決戦兵力の中核を担う第一艦隊第二戦隊に配備されましたが、艦隊が出撃する際には、連合艦隊司令部が前線に出ることになるため、しばらくは内地で温存されました。ミッドウェー海戦での敗北を受けて、編成が見直され、第一艦隊が内地の練習部隊を兼務するようになると、父祖と山城は第二戦任務に回され、しばらくの間、練習任務や輸送任務に従事しました。また同時期にミッドウェー海戦の影響を受け、父祖型戦艦を航空戦艦へと改装する計画が浮上しました。この計画では、5番、6番砲塔を撤去した位置に航空機の作業甲板と格納庫を設置し、さらに艦の中心線上に位置する4番砲塔を撤去して、主砲を6門とする案が検討されました。父祖の航空戦艦への改装計画はすでに改装が進められていた伊勢型とは多くの点で異なるものでした。父祖型の航空戦艦への改装については実際に工事発令が出されましたが、戦局の悪化に伴い、海防艦などの早期整備が優先されたこと、また航空戦艦としての実効性が再検討されたことなどを背景に、1943年6月に工事は中止されました。1943年7月、真珠湾攻撃で撃破したはずの米戦艦部隊が修理を終え、前線に復帰し始める情勢となりました。これを受けて、父祖も長門に合わせて現役復帰を果たします。マリアナ沖海戦を含むアゴー作戦では、山城がサイパン島への逆上陸作戦の実施を見越して改装されましたが、この作戦は最終的に実行されることはありませんでした。そして1944年10月、小1号作戦が発動され、レーテ沖での決戦に臨むことになります。しかし、スガオ海峡海戦において、父祖は魚雷を受けて艦隊から落後、山城もまた4本以上の魚雷と砲撃を受けて甚大な被害を受けると、両艦は1944年10月25日に沈没しました。米軍の勢力下で沈没したため、乗員の生存率は極めて低く、両艦合わせて20名に届きませんでした。次は大東亜戦争における父祖型戦艦についてだが、活躍らしい活躍は残念ながら見られない。1943年までは基本的には内地にあり、最後は山城含めて敵艦隊の猛攻を受けてスガオ海峡海戦で沈んだとある。海軍が戦前に提唱した前言擁撃作戦をそのまま相手側にやられているとはどういうことなのだ。そして、そこに至る過程の主力艦の消極的な運用方法も厳しく批判されるべきだ。確かに、先の大戦の開戦時には父祖と山城はしばらく出番がなかった。だが、これはハワイ作戦によって米戦艦部隊が壊滅的打撃を受けたことが大きい。このため、我が方の戦艦部隊が米戦艦部隊を撃滅する必要がなくなってしまったという点も論ずるべきではないだろうか。それはわかる。だが、戦闘訓練の射撃データでは非常に優れた結果を残しながらも、米戦艦部隊の撃滅という目的のみに固執したことは、あまりにも硬直した傭兵だ。それはだな。私も思うところは大いにある。結果的には戦艦という艦種の扱いの難しさや限界を示したものとも言える。父祖型戦艦の航空戦艦への改装計画はその最たる例だと言えるだろう。この計画は結局中止されたが、改装用資材は小型艦艇の増強や艦艇の修理に回されている。我々も無策であったわけではないのだ。まあ、その後にアメリカの戦艦部隊が前線に復帰したことを考えると、父祖型の航空戦艦への改装はない方が良かったとも言えるだろうな。しかし、戦ってはいけない艦という評価はどう覆す。艦長の証言ともなれば、なおさらこの言葉は重いぞ。その言葉は、鶴岡の武道元少将の改装に基づくインタビューでの発言に近いな。書籍、艦長たちの太平洋戦争に収録されており、厳密には、戦争に使ってはいけない船、という言葉が使われている。この言葉には実は誤解がある。というよりも、
出版当時のスリガオ海峡海戦の評価が現在とは異なっていたのだ。どちらも意味合いとしては変わらんだろう。この本では山城はレーダー射撃によって大きな被害を受けたと書いてある。不走型の脆弱な装甲を戦艦の手法によって貫かれて大火災が発生したということだ。そうだ。その山城の被害状況の通説が現在とはかなり異なっているのだ。確かに当時、不走型戦艦の山城は米戦艦部隊のレーダー射撃によって大きな被害を受けたとされていたんだが、その後の調査で山城には戦艦の手砲弾の命中はほとんどなかったことが明らかになった。つまり、山城は少なくとも原則防御や甲板防御の欠陥とされる部分で沈んだというわけではない。それは理解したが、不走はどう思う？不走は2本の魚雷を受けて沈んだとあるが、その後弾薬庫が爆発を起こしている。これは不走型の設計の問題ではないのかね。確かに不走型の弱点を露呈したことは確かだが、当時の証言によれば不走は浸水によって傾斜が激しくなった後に爆発を起こしている。魚雷攻撃によりすぐに大爆発を起こしたというのは誤りだ。不走が失われた原因は水中防御の低さが問題だったとも言える。また2本の魚雷をほとんど同じ箇所に飛来してしまったという不運もある。なぜ不走型の水中防御はこれほど脆弱であったのだ。水中防御の脆弱性は排水量の増加を制限した軍縮条約の影響で、当時としては妥協せざるを得なかったのだ。次の伊勢型戦艦では不走型よりもかなり強靭な水中防御が施されている。条約脱退の時期によっては不走の階層はまた別なものになった可能性があるのだな。しかし、不走型は砲の配置位置のため合理性のある水中防御を施すのが難しいということはないか。これは確かにそうで、設計の未熟さがあったことは事実だ。建造されるのは致し方ないとしても、さらに抜本的な改装として、例えば砲の数を減らせばよかったのではないか。それは不可能だ。その理由は、話が大きくなってしまうが、これは国家対国家における抑止力による構造的な問題と言える。抑止力とは相手の攻撃を防いで得るのではなく、相手側により大きな出血を強いる可能性を強く抱かせることで、初めて抑止力を得ることができる。つまり戦艦の数で劣る以上、砲の数が重要であったということにある。不走の砲を減らすことは、少なくとも大正時代から戦前にかけての期間、選択肢としては極めて薄い。確かに戦艦を言い換えれば、大砲を積んで動かせる船とも言える。実に古典的な対艦巨砲主義で少々滑稽ではあるが、戦艦が戦略兵器とされていた時代のバランスオブパワーに対する返答が、不走型というわけだったのだな。これは国際的な構造の問題であり、加えて政治的な問題であるとも言えるのだ。ただ、それであるならば、例えば軍縮条約の執行のタイミングなどで、水中防御を改善するべきではあったと思う。山城も不走と同様に魚雷攻撃で失われてしまったことは誠に遺憾だ。ああ、これには大いに悔いが残る。ただ、山城は4本の魚雷を受けて沈没したとも言われるが、近年の調査では状況証拠から7本程度の飛来があった可能性も指摘されている。不発が含まれていたということだろうか。いずれにせよ駆逐艦の魚雷は策略も多い。確かによくぞ耐えたという見方もできるな。また、これは意外かもしれないが、アメリカ海軍の水上艦艇からは総じて日本の軍艦は沈みづらいと思われており、その中でも特に戦艦山城は非常にタフの艦と評価されているのだ。釣川海峡海戦での山城の評価の詳細は書籍、世界は日本海軍の軍艦をどう見たかをぜひ見てもらいたい。意外な発見などが多くあるかもしれない。それは私も初耳ではあるが、戦場には必ず相手がいることだし、敵軍側の評価や敵軍側の弱点についても、より深く調査すべきではある。どうも、我が国は良くも悪くも、自己を顧みることばかりにとらわれている節がある。ああ、一方ではなく、双方を見る必要はあるだろうな。さて、不走と山城についての解説はこんなところだろうか。もう少し山城については語りたいところではあるのだが。不走型戦艦そのものが、やはりいささか不当に評価されている節があるのは理解した。しかし、それであるならば、なおさらこの艦を有効に活用すべきだったと私は思う。今回は戦艦不走を徹底検証する動画でしたけれども、不走の生涯の動画も頑張って作りましたんで、こちらもよろしくお願いいたします。はい、また私とおまじたちのブロックフィギュアも期間限定予約販売中となっております。こちらもぜひね、概要欄から覗いてみていただければなと思います。現在ね、頑張ってね、メガネも制作しております。
また開発者の方からアンリアルエンジン5用のプラグインのオーシャンオロジーネクストジェンのご提供いただきました。ありがとうございます。これで海面の表現がね、かなりね、レベルアップしたんじゃないかなと思います。はい。現在ね、書籍を作っておりまして、結構ね、更新頻度がね、非常に低くなっておりますけれども、しばらくはですね、ご了承いただけますと幸いです。それでは皆様、次の動画でお会いいたしましょう。せなせなせな。バイバーイ。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。7割くらいの方が未登録なんでね、ぜひよろしくお願いいたします。なんか色々とね、そうじゃねえよ。